肘締めはここ。そうなんです。それでこうちょっと引っかかってる。ちょっと引っかかって。ここが引っかかって腰が入る。ね。で、前横入って。リラックスね。で、ムーブ。よし。そうですね、うちの父の技っていうのは本当に神的なすごいもう集中力の技ですね。自分も演舞ではそういう形のものをもう見せますけれど、そういう合気道をやる人っていうのは大体昔は強くなりたいで厳しい稽古をしたいっていうのがほとんどなんですけど、今はどっちかっていうと健康のためとか親子の絆とかこういろんな方面がちょっと違ってて、女性は昔護身術とか言っているけれど、女性もどっちかというともう健康とかね、そういう感じですね。だいぶ変わってます。で、昔だと頭を打たせて喜んでいる感じだったんだけど、今頭打たせると大変なことになっちゃうんで、だからもうお客さんっていう感じになってしまって、前はもう弟子っていうかもうついてこいっていう殿様みたいな感じだったんですけど、今はもうお客さんで大事にしないと、柔らかくやったりやったりとかねっていうふうに変わってますね。13歳ぐらいから合気道を始めて、で、海外にイギリスに3年ぐらい行って、で海外の人を教えることをもう覚えたりとかで、若い時は合気道にほとんど道場に通って、機動隊と一緒に稽古したりとかいうようなふうにして、育ってて、で、大人になるというか、大学を卒業した後にもう道場で勤めて、その前にもうすでにいろんなことに稽古をしてやってますね。機動隊と稽古したり。技、昨日も今日も、いつも説明してますけれど、対すれば相わすっていうか、要するにもう、すぐみんなと友達になれるような感じですね。それを技に表したのが合気道なんで、あんまり戦って倒すとかいうことを考えるよりも、円のようにね、ぶつからないような動きをして、その相手の気持ちを吸収していくようなね感じが一番いい合気道だって言ってますね。集中力は今言ったように一点に全体の力を集める。でも、何でもそうなんですけど、剣でもね、なかなかその集中できないからきれいに切れないんですね。同じように、合気道も邪心というかいろんなことを考えちゃうと、その分、精神的集中力は広がっていっちゃうんで、肉体的集中力を養うのが合気道なんですけど、当然精神と肉体は一体なんで、精神的集中力を高めて肉体的集中力を高めると。でその
その時大事なのは今、いつも言ってるように力を抜いて、それで中心線というかまっすぐな線からこう力が出てくるっていうものを学ぶのが大事ですね。エネルギーは、人によって違いますよね。例えば自分とか、強くなりたい人とかそういう人は厳しい稽古が大事だと思うんですけど、一般人の人はやっぱり目的が体重が減ったらいいなとかそういう方向に変わってますよね。であんまり厳しくして痛くしたりすると長く続かないんで、いかに楽しく持ってってやるかっていうのは大事です。気っていうのはどっちかというと流れることを言って力が流れる状態なんですね。気が流れてる状況っていうのは力の抜いてる状況なんですよ。だから力が抜けてくればその気が出てくる。で、呼吸っていうのはあれですよね。激しい運動をしてても常に呼吸が整えられるようにあんまりこう動いたらハーハーするんじゃなくて、でその呼吸のようにその技をかけていけば力が入るとどうしても呼吸が乱れますんで、乱れないためにはもっとリラックスして呼吸に合わせて技をやっていく。合気会、合気会養心館はねSIF とあったとして、合気会と、養心館と SIF の違いっていうのは、どっちかというと血筋がやってるのとそのうちの父のやったことの伝統を守っていくというのが違いですよね。で今、養心館はいろんな人がやっててどんどん古い人がいなくなっちゃってる形なんで、塩田家の本当の父の残したものを残すのが SIF ですね。で合気会との違いは養心館との違いとも似ていると思うんですけど、上島森平先生はその技をね教えることはしなかったんで、かかってきて覚えろという形をやってたんで、10人の先生がいると10人の理解者がいると、陶芸先生とか富木流の先生とか、いろいろ技をそれなりに持っちゃってるわけですよね。でうちの父の場合は、養心館っていうのを作って、そこは警察を教えるためにもうグループで教えるにはやっぱりもっと細かく分析して、でちゃんと技を決めてやらなきゃいけないということで養心館っていうのを作ったんですね。グループで教えるのが養心館というか、他の派ではいろんなことを考えますよね。合気会の場合は自由にかかってきて自由に投げたりとかそういうのが主体なんですけれど、うちの場合、養心館とか、SIF の場合はこう元がもう強いっていうのがあって、その強いのを分解していく形が、SIF ですよね。例えば自分がイギリス3年行ってた時に、でイギリスでこうやる時に、日本でいうとこうなんていうんですかね、先生の教えを守ってで外で喧嘩してこう殴ったりしたら破門ってなるんですね。破門っていうのは自分にブレーキが効かないってことなんですよ。で、西洋に行ってイギリスで教える時は例えばキリストの言葉であって、右の頬を殴ったら左の頬を殴ってくださいというような教えがあったんで、それを引用して右で殴った時にこの野郎と思ってやるのは喧嘩なんですよね。で喧嘩がやるっていうことは耐えるの力が小さいんですよね。耐えることに我慢できるのが修行なんですね。だからそのためには右が殴られたら左もどうぞというぐらいな気持ちになれば神のような大きな心になるということですね。森平先生。森平先生の話はよく父からいつも話をいっぱいいろんな話をしますね。ですごい強くてすごい先生だっていうのと、で、その時の、上柴先生の話で一番すごいのは天皇陛下が
の前で演舞をやるっていう時に、その相手はうちの父だったんですけど、ですごい横断で病気だったんですね。でも、ちょっと無理だなっていう感じだったんだけど、もうすっと起き上がってもうずっと歩いてって花道みたいのを歩いてって、でもう一人内弟子がいたんですけど、その内弟子が軽く打ってきたら、上島先生は舐めてんのかって感じでバーンってやったら折れちゃったんですよ。で折れちゃって、でうちの父がすぐ代役じゃないけどすぐ受けを取って、もう大体30分ぐらい取ったらしいんですよ。でその時次の日には病院のベッドの中で寝て、もうそれまでずっと気を失ってたっていうのがすごくよく話しますね。印象的なことです。うちの父が残したものはやっぱり素晴らしい技を、これはお金で買えるもんじゃなくて、そういう精神、殴りに来た人と友達になれというようなことをよく言ってて、喧嘩して戦うんじゃないともっと広い気持ちで、ちょうど殺しに来たやつだね、やつと親しくなるぐらい精神を鍛えて大きな幅を持てとっていうのがレガシーなんですけど、うちの父は特にね有名で、それが自分が一生懸命受け継いだりなんかしてるんで、非常に、父のおかげでいろんな合気道がね、日の丸原点がいろいろできてきてよかったとも思ってますね。